主創刊65周年を記念した完全新作アニメ「東京ミュウミュウミュウ」の主人公桃宮いちご役を決める声優アイドルオーディション。3000人以上の中からついに11名となった参加者。いよいよ運命の最終審査、東京ミュウミュウミュウプロローグスタート。最終審査の内容はグループごとに分かれて歌、ダンス、演技それぞれの講師陣による特別レッスン。イベント審査からどれだけ努力できたか、レッスンの中でどれだけ成長できるかを見ていきます。歌とダンスのレッスンで取り組むのは新課題曲「レゾリューション・オブ・カラーズ」。明るく元気な「ビタースイート・ダーリン」とはまた別のテンポも速くなりしなやかでかっこいい表現が求められます。演技レッスンでは滑舌チェックやイチゴのソロシーンに加え、掛け合いシーンでイチゴ、ミント、レタスを順番に演じるという課題に挑戦。今回ご紹介するのはスイさん、ハルニャン、アンジュの3名です。すごく緊張していますが、今日の一日を無駄にしないように一瞬一瞬を大事にして最後のパフォーマンス精一杯していきたいと考えています。こういうオーディションを受けるのは本当に今回が初めてで、レッスンとか受けるのも初めてなんで、楽しみっていうのと不安っていうのが入り混じってなんか不思議な感じです。前回はリモートであまり自分をアピールすることができなかったなと思いますので、今は緊張していますが精一杯自分をアピールよう頑張ります。ちょっと深呼吸してみて。そう、はい、横で止める。そう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 。パパ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 パ。そう、さっきよりもちょっと良くなった。パパパパパ。そう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 、笑って笑って。いい。はい、じゃあ始めます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今から一人ずつ歌ってもらうことにします。ずっと輝いて捕まっててみたい。はい、はるにゃんの目的は何ですか？ここに来た。オーディションに受かることです。なんでオーディションに受かりたいですか？芸能人になりたいからです。芸能人になりたい。桃宮いちごちゃんになりたいからです。桃宮いちごじゃなかったらこれ受けませんでした？いいえ。芸能人になるのが唯一の目標、夢。はい。それだけが夢なんだ。なんでステージの上に立つのも夢です。なんで立ちたいの？たくさんの人に見られてパフォーマンスをすることが大好きだからです。なるほど、見られたいんだ。なんでそんなに見られたいんだろうって考えたことある？わかりません。わからないね。自分のことが好きだからかもしれません。自分のことが好きなの。はい。それはとてもいいことだと思います。好きだから見せてあげたいんだ。はい。もう少しはい自分で自分のことを考えてみて、あれなんで私ってこんなに人に見られたいんだろう、見せたい好きなものってなんでだろうかってもう少し考えると私は歌変わると思うんですよ。はい。ここの3人はちょっと私の中ではレベル高い3人だなって今聞いて思ってるんです、実は。ただレベルが高いからといってそれがオーディションに受かることではないんです。ただレベルが高いだけなんです。自分のことを少しどういうあれなんでだろうなとか常に思うことって大切だと思うんです。決めつけない、気づかないことに気づけるような人間になったらどうですかって言ったんです。そうすると音楽は変わりますよと。アンジュ。はい。ずっと輝いて捕まっててみない。自分でやってどうでしたか？緊張していて、うん、音が不安定だったのがすごく悔しくて、迫力。ごめんなさい、なんか今日お悔やみの日じゃないから普通に喋ってちょうだい。はい。あなた緊張すごいすんだね。はい。なんで緊張するんだろうね。見られるっていうことがあまり慣れていないからです。なるほど。私すごく内気な性格だと思うので、緊張でもし声出なかったらどうしようみたいな心配をされたり、常に見られているっていう意識をしていたので、やっぱり緊張は必ずあったと思います。じゃあ緊張逆にね、これ緊張するの当たり前だから緊張しようって思ってどんどん緊張しなさい。それをね、あえて呼吸とかそんなことしなくていい。逆に緊張してもらってごらん。第一発目は失敗するけど第二発目は失敗しないから。はい、はい、ずっと輝いて捕まっててみない。傷ついてもいい光のために。挑
戦に対する気持ちが変わったなと思いました。以前の私は挑戦はしたものの、もし言われたらどうしようとか怖いなとか逃げていたので、今の私はちょっとダメージを受けても頑張ろうと前向きに思えるようになりました。では次どうぞ、スイスさん。はい。ずっと輝いてあどけないそう守りたいのは私たちの輪。スイスさん、はい。計算でやっているように私は歌が聞こえてしまって、熱量がなくなってしまってるような気がします。間違ってもいいし何してもいいから、フルパワーだったらどのぐらいできるのかなっていうのを見たいだけです。ちょっと読んでもらおうかな。広がる動揺ディープヘイズ。それはダメ。広がる動揺ディープヘイズ。ディープヘイズのこと考えたらそことそこの間はそんな風にならない気がする。広がる動揺ディープヘイズ。動揺って何ですか？慌ただしい。どうしようどうしようどうしよう。さあ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 するっていうことですよね。はい。それを広がる動揺、リズムがあるけどそこにまた言葉の感情のリズムがある。はい。広がる動揺、また大変なことになる、ざわ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 する、そんな感じですよ。はい。自分は感じるものを歌ってほしいんですね。それを喋ってほしい。はい、どうぞ。はい。広がる動揺。自分の中の理解力と読解力が乏しいかもしれないので、もっとこのフレーズにはどういう思いが込められているんだろうとか、なんでこの漢字を使ったんだろうっていうのもすごく勉強しましたし、自分がパフォーマンスをしていても気づけなかったプロの方からの目線のご指摘をいただいて成長できたと思います。はい、じゃあアンジュ。はい。広がる動揺ディープヘイズ。ですね、今皆さん緊張してるためか、あと考えなきゃいけないからブレスがちょっと取れてなくて、広がる動揺ディープヘイズ、深く取ればトーンで変えなくても声は変わるはずです。アンジュやってごらんなさい。はい。こっち見てなさい。はい。広がる動揺ディープヘイズ。そういうことですよね、はい。そういうのは歌にとても必要なことです。スイニャン、次。霧がかって晴れない。前に喋るんじゃなくて後ろにもお客さんがいると思って喋ってもらっていいですか？広がる動揺ディープヘイズ。そっちの方に喋ってもらっていいですか？はい。全部みんなフロントになっていて、人間は円なんですよ。後ろもあるんですよ。広がる動揺ディープヘイズ。なんか丁寧にきちんとなんか正解を見せてくれてるような感じがして、あんまり面白くなくて、正解が見たいわけじゃない、あなたのあれが見たい。はい。今回が初めて挑戦したオーディションになります。渡された歌詞をどういう意味なんだろうっていうのを理解するために漫画を読み返したり、言葉の意味を調べたり、いちごちゃんはこの歌をどういう風に歌うんだろうっていう研究をしました。より成長して最後のパフォーマンスをしたいと思います。ハルニャン。広がる動揺ディープヘイズ。そしたらそれをさっきの広がる動揺って細くなった感じでもう中開けとくのさ、はい。広がる動揺ディープヘイズ。そのままの声で歌ってください。ワン、ツー、スリー、フォー。っていう声も出ますよね。はい。さあその中でさっきやった元の歌い方やってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。これは喉でと鼻で作っただけの声なんです。もう一回これやってください。さあ、はい。さあその時にここと鼻と唇とこくっつけて、でも奥はさっきのまま。ワン、ツー、スリー。あとここ上げて広がる広がれ広がる。広がれ。はい、そこだよ。あとあくびしながら歌よ。ワン、ツー、スリー。はい、そのまま普通に戻してください。でものどちんこはあくびした感じ。こういう声が出るわけですよね。その中でさっきの広がる動揺ディープヘイズっていう気持ちを出してみてください。テスト前とかそういうオーディション前とかになると、もうちょっとできる、まだできる、あ、これがもうちょっとできるかもしれないとか足りないかもしれないってどうしても思ってしまって、完全っていうのがいつまで経っても来ないような気がして、自信がついてるものは何もないです。僕たちは歌手だから声でドラマを作るんだけど、その声に合った体の動かし方が出てきます。
広がるんだから。こういうのも広がると思う人もいるし、こうやって広がってくって思う人もいる。好きなことやって、ワンツースリー。私はオーディションの時ははい基礎ができてるかっていうところを見たいし、はいあとは基礎なしでこの子は逆にどの辺まで歌えるのか、その将来性は見えるけれども基礎はないように僕は思ってます。何かずっと子役みたいなことやってたのかな。3年間アイドルをしていました。あ、アイドルしてたのね、はいそのアイドルの道具だけで今からできませんよってことです。はいそのアイドルの道具だけではないです。そのアイドルの道具一回捨て去ってもらわないと、ゼロから始めたいんですよということです。はい。私は歌うのもともと大嫌いで、アイドルをしていて歌が少し上手くなってのびのびと歌えると感じるようになってから歌が好きになりました。心から歌えるのが本当に楽しいと思うし、いつも歌っていて嫌だなって思うことが本当にないので歌が大好きです。ただただうまく歌おうとせずに人に伝える、感情を乗せて歌うっていうことを特に頑張りました。歌で一番大切なものは何でしょ歌詞の意味を理解してそれを歌に乗せることだと思います。なるほど。まずは自分が楽しむことだと思います。できた時ですか、それを逆に考えてる時ですか、どっちですか。できた時が楽しいです。楽しい時間ははいこの4分30秒だけだと思います。歌ってる最中でも4分30秒をきちんと人の前で自分が想像して納得いくまで歌うその間は苦しい作業だと思います。はい。私は楽しいと苦しいって同じことだと思ってるんで、できた時ではなくできるまでも楽しんでもらえません？はい。聞く人がどういう印象に残るのか、どういう伝え方でいくのか。はい、アンジュ、はい、もう少し自分らしい言葉で言ってごらんなさい。はい、政治家じゃないんだから自分はどう思うか、自分の言葉で。自分は歌う時はどういう感情なのかを考えています。あ、そっか、はい、歌ってる時はもうどういう感情かなんか考えてられないよね。そのまま笑ったりそのまま怒ったりすればいいんです。自分のダメなところを見せていいとこ見せて、それが東京ミミじゃないですか。なんで自分だけパーフェクトになろうと思うの？いいじゃない、そのままで。はい。私はそういう風に思って歌ってほしいけどね。だから下手くそ、自分で下手くそと思うかもしれないけど、そのまま下手くそでも下手くそなりにちゃんと大きな声で歌ってればいいと思うの。まず第一、大きな声で歌いなさい。はい。はい、終わります。はい。ありがとうございました。自覚が持てたと思います。私は審査員賞で選ばれたわけではないので、通過させていただいたことに感謝していますし、失望させないような努力を人一倍しなければいけないと思ったので、自覚がつきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、自分の声で、自分の唯一無二の声で表現しないといけないし、これからは距離感も誰に向けて言っているのかも重要になっているから、そこをもっと考えてパフォーマンスできたらいいなと思います。マダガスカル島は日本の国土面積の約 1.6 倍の広さを持つ。聞いてスッとすんなり入ってくるようにするためには、ゆっくり言わなきゃいけないところとか強調しなきゃいけないところをもうちょっと作っていこう。それとね、はい、喋る動機なんです。ナレーションも含めですけど、なかなか動機的なものが必要ですよね。これを伝えたいんだっていうのがまず動機ではあるわけですけど、はい、案内する気持ちでということはもっとにこやかに。はい、行ってみましょう。島内の生態系を構成する。島の中、はい、はい、島内の生態系でいきましょう。流れてしまった、つまりはっきりしないところがあった。はい、4行だけもう一回やってみましょう。野生生物種の 90% 以上が固有種という生物多様性にとって重要な場所となったのです。はい、ありがとうございます。行ってみよう。お願いします。はい。演技をすると自分とは違う世界に行くことができるし、自分とは違う人を経験することができるので、こういう性格だけどおとなしくてお嬢様になることもできるし、お姫様にもなれるし、猫とか犬とかにもなることができて、いろんな世界を楽しむことができるので、演技は楽しいと思います。
ゴンドワナ超大陸の分裂に伴ってアフリカ大陸から分かれ、ゴンドワナ超大陸の分裂に伴ってアフリカ大陸から分かれ、一文で読んでみない。つまり息を途中で継がないでやってみよう。立つ時に若干足開いた方が安定する。はい、どうぞ笑顔。マダガスカル島は各生物種が独特の進化を遂げ、独特とても言いにくそうに聞こえます。句が2つあるんですけど、これ無声化っていうことを行うんですよ。 KU の句、言わない、独特。もう一回やってみましょ各生物種が独特の進化を遂げ。ありがとうございます。ありがとうございます。ライトさん言いましょう。声優っていう存在を知る前は恥ずかしいんですけど、ロボットか何かが声を出してるのかなって思っていて、なので声優という存在を知って、こんな声出せるのとかすごい驚きで、そこから憧れに変わって声優になりたいと思いました。マダガスカル島は日本、すいません、間違えた時にね、はい、すいません、絶対言わないっていうか言っちゃダメ、テンション変わっちゃうからはい野生生物種の 90% 以上が固有種という生物多様性にとって重要な場所となったのです。重要な場所となったのです。場所と逆らない。インドア大陸とも分離して形成されました。もっと笑顔。形成されました。一つの事実そのこと自体が面白いダイナミックなところでしょっていう、そんな気持ち。もう一回頭から。はい、他の大陸と生物種の従来が少ない孤立し、間違えたらね、その文の頭に戻っちゃえばいい。他の大陸とからいきましょう。他の大陸と生物種の往来が少ない。生物がちょっと生物になってるけどいいや。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今度いちご。はい、行ってみましょう。はい。これじゃあ授業中起きてる自信ないよ。はい、マイクに向かっては喋りますけれども、いちごが喋る時の音量と似た音量にしたいと思うんだ。いちごとしてはここ眠いんだ。はいだから独り言だよね。以前の審査で演技審査があったんですけれども、そこから成長していると褒めていただいて、でもそれを人の真似やいちごちゃんはこういう声だろうっていうので出すんじゃなくて、自分の声でどういちごちゃんを表現できるかを勉強しました。漫画を読んで。蝶がいちごの前でこうひらひら飛んで横切る、たまらずというところがあるよね。はい。パッと見るわけだ、蝶を。そっからうにゃーってなるわけだ。体の緊張感とかなんとかそういうのも意識しながらやってみてよ。どうぞ。はい。気持ちの流れを作っていこう。はい。お願いします。お願いします。亀山先生のコメントで、自分を可愛く見せようとするのは間違いですよ演技中にっていうのがあって、それはあんまり自分で気づけてなかったところなので、気をつけて演技するように今日まで頑張ってきました。もともと舞台に立つと可愛く見せようっていうのがこびりついちゃってると思って、自分のちょっと抜けたところとか素のところとかも舞台の上で見せていいのかなっていう風にも感じました。はいはい。うにゃーってなっちゃったんだよね。はい、そう見つけたところを意識してみよう。自分の体をもっと使っていいから。はい。はい。どうして青山くんがここに？はい。ここモノローグだよね。はい、どうしてここに青山くんがあって、心の中の声っていうのと、はい、ちょっと切り替えてみたいな。どうして青山くんがここに？まさかキメラアニマ？このキメラアニマのニュアンス相当びっくりしてるよね。こんなところで出現っていうところもうちょっとびっくりしてるもん。はい、はい、キメラアニマ？もっと強いとどうなる？キメラアニマ？そうだね。そうなるかもしれないね。はい、ありがとうございました。お願いします。はい。昨日は青山くんのこと気になって眠れなかったよ。これじゃあ授業中？やっぱり審査に行った人たちは自分をアピールする機会が多いと思ったので、羨ましいなとか思いましたね。本当に小さい頃から漫画やアニメが好きで、アニメでもちょっと音量を全部消してアフレコしてみたり、漫画もたくさんキャラクターがいる漫画を選んで声の切り替えとかをやったりするのがすごく楽しかったです。暗すぎる。そうだよ、
早く行き過ぎてるかもしれない、ひょっとしたら。はい。暗すぎるからそうだよでいきなり言っちゃうと気持ちの変化が自分の中で作れないから、言いたくなったら次行くっていうんでいいよ。はい。どうぞ。これじゃあ自分で自分が猫だって言ってるようなもんにゃ気持ちが乗っていかなかったね今。私が猫だってことって言ってる時もうやべえと思ってるし、ずっとやばい状態。しかもそのヤバさはだんだんせり上がっていくのかもしれない。はい、行ってみよう。罪のない少年少女をそうなんて許せない。もっと高いところでもっと遠い人に声かけてごらん。罪のない少年少女をそうなんて許せない。はいはい、そういうことです。自分のいいところとかも分かったし、本当にここ足りないなと思ったところが分かったので、この経験を今後に生かしたいなと思っています。3人の原稿に行こうね、次は。はい。山根さんのレタス、エイナさんのミント。はい。はい。嘘。この子が私たちの仲間。レタスタレット。あ、私にはわかる。絶対レタスはいい子だもん。もうたくさんよ。みんな妖怪のしたことだと思ってる。このまま全部良くない。ごめんね。一度ミント。はい、お疲れさん。じゃあ最後に笑いやってみたい。くすぐられた時の笑い。ははってやってみて。笑ってます。じゃあやってみて。すいません。わははって笑ってみて。もっと長く笑ってみて。はいはい、ありがとうございます。じゃあ今日はこんなことで。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。次回も東京ミュウミュウニュープロローグでは引き続き最終審査の模様をお届けしていきます。